それでは続きをやっていきましょう。前回はグリムゴールをボコボコにしてたらドルガンってところが攻めてきたところまでやったな。そして今は2回目のグリムゴールとの対決。ってあいつ復活してきたんか。今回は洞窟戦。こちらは投射ユニットなしで敵は対大型ユニット持ちのボアビッグアンズがいますからね。これは厳しい戦いになるかもですね。それでは敵と接敵するまでカット。敵はストーントロールを用意しているみたいですね。普通のトロールとは違う。高い呪文抵抗と投射抵抗を持ちかなり硬くなっております。相変わらず統率度は低いですがそれ以外はかなり強い万能巨獣歩兵ですね。それって大丈夫か？こっちにはまともなダメージ与えられるやつおらんやん。大丈夫です。そのためにモーティスエンジンを雇用したのですから。そういえば無駄に光ってて目立ってるけどこいつなんやったっけ？周りの味方には回復、敵には持続ダメージを与える支援系のユニットですね。持続ダメージは敵と白兵戦しないといけないですが、自身も HP 回復するので弱いやつにぶつけて戦わせてるだけで勝手に敵が死んでいきます。長期戦になればなるほど強くなるユニットですね。まさにうちらにぴったりのユニット。目立つし、でかいんで投射ユニットに弱く。また、巨獣とか大ダメージ与えてくるやつにクソ弱いので万能ってわけじゃないですけどね。適切に運用すればかなりのダメージを稼いでくれるはずです。頑張れモーティスエンジン。敵の急兵をなんとかしたいんですが、洞窟なので敵の戦線を突破しないといけないんですよね。しかも突破した先にはボアビッグアンツが。どうする？ボルトスローアなんかもあるので放置するわけにはいかないので。どこか戦線が薄いところに無理やり突撃して後ろに回り込みます。でも、それするとボアビッグアンズが来るんじゃ。来るでしょうけどそれでも無理やり突破します。つまり、ブラックナイトの決死隊ってやつか。あいつらなら喜んで死んでくれるでしょう。もともと死んでるし、死んでくれるもクソもないけどな。ブラックナイト無理やり突破しろ。本当にゴリ押してきた。なんとか突破できたっぽいですね。でもボアビッグアンツ来てるで。こいつらには勝てないので無視して敵の急兵と砲兵を狙いますよ。狙えてる？明らかにボアビッグアンツに止められてるようにしか見えへんけど。大丈夫。彼らの犠牲は無駄にしない。それじゃあ別の戦線を見てみますか。これは失敗フラグやな。見てください。グリムゴールが頑張ってますよ。そいつ敵やから頑張らなくてもええんよな。こいつはマジでどうにもならないんで。ゾンビで時間稼ぎです。モーティスエンジンは期待通り結構なキルを生成してるみたいですね。いるだけでダメージ与えてくれるからな。範囲攻撃なんで固まってれば固まるほどダメージはでかい。まさに今のような感じの状態では輝きます。ほんまに輝いてるもんな。こいつ結構高価なので HP 減ってきたらちゃんと回復するように前線から下げてくださいね。はい。モーティスエンジンは右翼と左翼にいますが、右翼側は150キル位置をしてますね。強い。持続ダメージはボール関係ないのがいいところ。ゆっくり死んでいってね。わけもわからず死ぬとか怖すぎ。ブラックナイトは全部対消失したみたいですが、結構敵の投射ユニットを攻撃できたんじゃないでしょうか。ありがとう、ブラックナイト。ぶっちゃけ普通のブラックナイトよりランス持ちのブラックナイトがいいんですが、ランスはティア4の建築物で雇用できるので間に合ってないんですよね。つまりこの機会にブラックナイトのランスへ変更ってこと。それするならブラッドナイトに変更した方がいいです。あ、そうですか。右翼側の敵はほぼ全滅状態。モーティスエンジンのおかげですね。250キル位置をしてる。中央も結構やばかったですがなんとかなりましたね。ボアビッグアンツも仕留められたな。敵は1体を除いて敗走。そういえばまたこいつの相手をしないといけないんか。さすがに今回はカットしますけどね。10分以上かけてグリムゴール撃破。相変わらず強い。モーティスエンジンは4万近いダメージを叩き出しております。こいつ確実にエース級やな。刺さる相手にはとことん刺さりますからね。犠牲はブラックナイトだけっぽいですね。クリプトホラーも一部隊失ってるな。あれだけの激戦なのにゾンビが一部隊も死んでない。さすがのゾンビ。それではさらに迎撃を。決定的勝利ならここは自動戦闘で。
これでグリムゴールをまた負傷状態にできましたね。数ターン後にはまた元気な姿で戻ってくるってことですね。わかります。グリムゴールとは和平交渉できるみたいですね。まだまだ領土欲しいからしないんやで。あれだけボコボコにしても戦力は拮抗。さすがの戦力ですね。勢力ランキングもまだ4位やしな。北西側はスケイブンの領地。つまり大半の拠点は山側にあるみたいですね。あいつらの領土の底が見えたな。それではさらに敵軍への襲撃開始。僅差での敗北。それでは手動戦闘を開始していきましょう。戦闘開始。今回は左翼側にゾンビを配置して左翼側から攻めていきますよ。ゾンビの大群。今回はアラクナロクスパイダーが4体もいますからね。それって関係あるん？まああんまりないですが。アラクナロクスパイダーは対大型ユニットには強いんですが、歩兵には微妙なんですよね。範囲も広くないし、攻撃速度も速くないし。つまり、こちらもなかなか敵を倒せないけど、あちらもなかなか敵を倒せないってことですね。なるほどな。と言っても、普通にジャイアントやブラックオークもいますので、油断はできないですけどね。ボルトスローワは仕事できてないみたいですね。まあ、あんなところからゾンビが襲ってきたらな、対応できないよな。ゾンビの先陣配置様々ですね。ゴブリンアーチャーもいますね。あの戦力でゴブリンアーチャー。ゴブリンアーチャーも強化すればなかなかの戦力になるので侮れないですけどね。まあ騎兵ぶつければ一発で逃げ出しますけど。フォレストゴブリンスパイダーライダーアーチャーもいましたか。名前長い。こいつは素早いし、毒の矢放って速度遅くしてくるしでかなり厄介な相手ですね。つまりブラックナイトでは追いつけないってことか。そういうことですね。まあ、一部隊だけなら、矢玉打ち尽くして勝手に突っ込んできてくれそうではありますけどね。確かにスパイダー硬いな。こいつタンクとしても優秀ですからね。速度も速いので、無理やり前線突破して後衛ユニット狙う戦い方が最適です。こちらに後衛なんておらんけどな。ボアビックアンツが暴れに暴れてますね。こちらに対抗できる戦力はブラッドナイトのランスくらいでしょうが、まだ到着してないです。しばらくは暴れ回られるわけか。こいつがいるとブラックナイトも仕事しにくいので、早く撃破したいんですけどね。こっちのアラクナロクスパイダーはカルバート兵に相手させてるので、ダメージは順調に与えられてるみたいですね。トロール配送寸前。トロール統率度低めで助かります。逃げ出したトロールは騎兵で追いかけ回せばどんなに HP 残ってても戻ってくることはありませんからね。アーチャーが逃げ切れずにクリプトホラーにボコボコにされてる。クリプトホラーも速度はなかなかありますからね。前線さえ突破すればこんなもんでしょう。アラクナロクスパイダーが逃げ出してますね。戻ってこないようにしっかり追撃ですよ。ホワイトキングがしっかり追撃してくれてるな。ボアビックアンツがカルバート兵に絡んでいく。アホめ、返り討ちにしてくれるわ。すぐに逃げ出しましたね。追いかけて仕留めるんやで。さすがにブラックオークは強いですね。回り込ませたブラックナイトが返り討ちにされそうです。囲まれてるのにすごいやつ。我々の分性に欲しいですね。捕まえて従わせるか？そんなことできないので、この場でしっかりと処分しましょう。そういえば、あいつら奴隷だったけど、強くなりすぎて逃げ出したんやったな。そして、全部隊逃げ出したので、我々の勝利ですね。やったぜ。それでは、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいで。